意地悪なんかじゃないって。生意気だから再教育中なんだよ。笑い含みの娘婿。電話の向こうでニヤニヤしている彼の顔が目に浮かんだ。再教育だなんて腹立たしい。人の娘をさも不出来な女のように。文句があるなら返すけど、うちとの縁が切れてもいいならご自由に。こちらの足元を見ているつもりらしい。上から目線の強気な態度。もう我慢できない。私は娘の命を守るために娘婿一家と戦うことを決めた。私の名前は昭恵、53歳。不動産関係の調査会社で事務の仕事をしている。結婚はしたけれど、夫とはある理由から離婚した。それ以来ずっと女手一つで娘の陽子を育ててきた。陽子が幸せな家庭を築いてくれることだけがお母さんの望みよ。うん、きっと素敵な人を見つけて結婚して幸せになってみせるからね。私たちは昔からしょっちゅう理想の結婚について話していた。そんな娘が交際していた男性とついに籍を入れることになった。相手はいわゆる土地の名士と呼ばれるお金持ちの家の一人息子。これといって特徴のない中流家庭の我が家にとっては思いがけない良縁だ。私も娘もこの縁を大切にしよう、いい関係を築いていこうと語り合った。娘婿の名前は大輝。大手ブライダル関連会社に勤めているという。義両親もそれぞれ立派な職業についていると娘は嬉しそうに教えてくれた。所有地の中には山や川まであり、住まいはいかめしい門構えの日本家屋なのだとか。私、自分がこんな大きな家に嫁ぐことになるなんて思わなかった。お母さんもそうよ。陽子が立派な家のお嫁さんになってくれて嬉しい。娘の結婚には私の職場の同僚たちもすごく驚いていた。私が勤める会社の主な業務は土地や建物に関する物件調査。近隣で最も広い敷地を所有する家として娘の婚家はとても有名だった。娘さん、あの家に嫁いだんですかと羨ましがられるのは純粋に快かった。ところがだ、結婚から半年経つか経たないかという頃のこと。娘から別に用事はないんだけどと頻繁に電話がかかるようになった。ちょっとお母さんの声が聞きたくて。こっちでの暮らし順調そのものよ。娘は明るくそう言うけれど、私は娘の異変に気がついていた。ホームシックや母恋しさとは違う。娘はきっと私に何か隠し事をしている。やりとりをして分かったのは、義実家との関係がうまくいっていないらしいこと。それでもあちらに溶け込んで家族として認められたい気持ちはあるようだった。母親の私にできるのは、そんな娘に前向きな言葉をかけて励ますことだけだった。娘が結婚して最初の正月がやってきた。帰省した娘を一目見てハッとした。やつれていたからだ。表情は明るいけれど顔色が悪い。明らかに無理をしている。向こうで何かあったんじゃないの？痩せ我慢しないで話してみなさい。大丈夫だってば。ちょっと疲れてるだけ。夕方まで部屋で寝てていい？その晩、私は腕によりをかけてこしらえた手料理を
娘に振る舞った。よほどおいしかったのか、娘は珍しくおかわりまでして食べてくれた。ようやく愚痴を聞けたのは、お酒が入って少し気が緩んできた頃のこと。娘は義実家でかなり窮屈な思いをしているようで、ため息が止まらなかった。お母さんすごく厳しいの。姑として嫁を指導するって言ってさ。そんなことを言うお母さん、本当にいるのね。厳しいってそんなに？うん。うちの嫁らしくきちんとしなさいって怒鳴ってくるの。義母は人権団体か何かの支部で要職を担っているらしい。若い頃から才女として知られていて、いつも人の輪の中心にいるのだとか。だけど、外で見せる温和な表情は作り物というのがうちの娘の感想だった。娘には義母が嫁いびりでストレスを発散しているようにしか感じられないという。何をしても叱られるし、覚えが悪いってバカにされる。もうきつくて。それはつらいわね。大樹さんは守ってくれないの？大樹は嫁姑問題には口を出そうとしないの。慰めてくれてもいいのにね、とこぼす娘。私はそんな彼女が不憫に思えてならなかった。義母だけでなく義父もまた厳しい人だという。亭主関白っていうの？絶対的権力者よ。普段からいつも怒った顔してる。今時そういう人がいるのね。大きい家ってやっぱり違うんだ。義父の職業は高校の教師。貧困法制な人格者として知られているらしい。だけど家の中ではまるで別人と娘は嫌そうな顔をした。義母と同じで義父にも二重人格なところがあって、家の中では暴言がすごいそうだ。庶民はこれだからとか、底辺が口答えするなとか平気で言うの。仮にも高校の教師なのに信じられない。義父もやはり日頃のストレスをうちの娘で発散しているのだろうか。彼は家柄を鼻にかけてこちらの生まれや育ちをバカにしてくるという。悩みばかり多い環境に娘を置いておくのは母親として辛いものがあった。だけど娘はきっと家族の一員になってみせると相変わらず前向きな様子。そんな彼女を前にしてすぐに戻ってこいなんて私にはとても言えなかった。正月に帰省した娘を引き止めなかったこと。私はそれをお盆になって大いに後悔することになった。再び帰省した娘が前にも増して痩せこけていたからだ。まさにガリガリ、骨と皮だけという表現がぴったりの哀れな姿。どうしたの？なんでこんな風になるまで相談してくれなかったの？正月に見せてくれた明るい笑顔はもうなかった。私がいくら優しく促しても娘はうつむいたまま黙っているだけ。打ち明けるのが怖いのかもしれない。自分の中でストップをかけている。何が娘をそうさせているのか思い当たる節があった。私は彼女の手を取った。陽子、無理しないで。辛かったら逃げてもいいの。離婚したお母さんだから言えるけど、そういう選択が必要な時だってあるのよ。気にしなくていいの。お母さん、ありがとう。ごめんなさい。私。娘はきっと私に気を使っていたのだと思う。
幸せな結婚生活を送って私を安心させたい。その一心だったのだろう。しばらく泣いた娘は相変わらず嫁いびりがひどくて毎日つらいと語り出した。正月過ぎてからもなんとかあの家のルールに自分を合わせようと思って毎日頑張ってたの。だけどダメ。何をしても叱られるし文句を言われる。ずっとそんな環境にいたら前向きな気持ちなんてなくなって当然よ。最近は何もしてなくてもバカにされたり文句を言われたりするの。お父さんもお母さんも本当にひどい。私に嫌がらせをして楽しんでる。やめてくださいって突っぱねたりはできないの？できないよ。怖くて仕方ないもん。そうつぶやくと娘はまた顔を覆って泣き出した。良縁に恵まれたと思ったのにこんなことになるなんて。下手に我慢強いものだから余計に辛いことになっているらしい。娘は私のことをバカにするのはまだいいけれどと悔しそうに続けた。あの人たちお母さんのことまでバカにしたりするの。それも許せなくて。私のことを？例えばどんな風に？それは言いづらいんだけど、まともな夫婦関係を築けなかった親とかそういうこと。お母さんがどうして離婚を選んだのか知りもしないで。嘘。陰では私のことをそんな風に言っているの？嘘じゃない。私いつ誰に何を言われてどんな風に思ったか日記につけてるの。あの人たち口が悪くて乱暴でちっとも尊敬できないよ。呆れるほどの裏表の激しさだった。この次私はどんな顔をして向こうの両親と会えばいいのだろう。そんな義実家の面々はこともあろうに娘にペナルティを課したりもするらしい。向こうのルールを守れなかったり何か失敗があったりしたら罰としてご飯を抜かれるの。私の分は代金に食べられるか残飯にされる。そんなのひどすぎるでしょ。罰を与える？何様のつもり？訴えられても仕方ないくらいひどいことをしてる。娘が受けている非道な扱いに私は激しい怒りを覚えた。義両親も義両親だと思うけれど夫の大輝もかなりひどい。意地悪な両親と一緒になって妻に嫌がらせをしている。完全に同罪だ。娘に言わせると誰よりも彼女をバカにして蔑んでいるのが夫らしい。給料がもらえる分家政婦の方がずっとまし。娘はそう言ってまた涙をこぼした。私悔しくて見返したいけどどうしてもダメで。向こうのテリトリーで戦っても勝ち目はないに違いない。この後に及んでまだ離婚したいと言わない娘に私は呆れながらも感心した。彼女の援護射撃をしてあげないといけない。私は思い切って直談判することにした。翌日、私は娘と一緒に義実家を訪ねた。突然の訪問にもかかわらず、向こうは家族で私を歓待してくれた。けれど、私の目的が娘の扱いに関することだとわかると、彼らの表情は一変した。つまり、こちらが何か不当な真似をしていると言いたいわけですか？端的に言えばそうなります。罰として食事を抜くなんてあんまりです。言いつけを守れない者にはしつけが必要なんだよ。当然だろ。さあさあ、僕たちは陽子をしつけているだけですよ。案の定だった。誰も非を認めようとしない。ここは向こうの縄張り。
彼らのルールに支配された場所。そんな環境に乗り込んで何を言っても一周されておしまいだった。それに家柄が違いますからね。最初は馴染めないのも当然でしょ。その通り。格上の家に嫁ぐのだから、それなりの覚悟がないとな。だけどお母さん、おっしゃりたいことはよくわかりました。確かに僕たちの方にも配慮の足りないところがあったのかもしれません。陽子がもっとうちに馴染めるように心を尽くします。なので今日のところはお引き取り願えますか。にこやかな娘婿の申し出。義両親もうなずいている。娘と目が合うと、彼女は申し訳なさそうにうなずいた。私は娘にうなずき返して、義両親と娘婿の方に向き直った。私の夫はすごく乱暴な人でした。口が悪くて、手も速くて、私はこの子がお腹の中にいる時からずっと辛い思いを強いられてきたんです。結局、自分とこの子の命を守るために離婚しました。私、この子に同じ思いをさせたくありません。どうかうちの子をよろしくお願いします。私は義実家の面々に向かって改めて頭を下げ、娘を置いたまま帰った。それから数ヶ月後、自分がどれほどその瞬間を悔やむことになるかもしれないで。しばらくは娘からの電話やメールはなかった。きっと娘婿が上手に取りなしてくれているのだろう。私はそんな風に楽観視していた。だけど大間違いだった。その日、私はたまたま用事があって娘の嫁ぎ先の近くに立ち寄った。娘のことを考えながら歩いていたら、向こうからそれらしい人影がやってくる。呼びかけようとして私は固まってしまった。娘が前にも増して痩せていたからだ。陽子、何があったの？ありえない、こんなに痩せて。痛々しいほどに痩せた娘。あまりにもひどすぎる。私は彼女を近くの公園に連れて行き、コンビニで買ったおにぎりを食べさせた。食べ物をお腹に入れて人心地がついたらしい。娘はポロポロと涙を流し始めた。お母さんが帰った後、大輝もお父さんもお母さんも前よりもっと怒りっぽくなっちゃったの。今私の体重32キロしかないんだよ。ひどいよね。なんということだろう。直談判が裏目に出てしまった。義実家側の怒りを買って、その矛先が娘に向いたらしい。自分のせいで娘が一層ひどい嫁いびりを受けることになるなんて。私はその場で娘婿に電話をかけた。彼は5回目のコールで通話に応じた。はい、もしもし、お母さん、お久しぶりです。どうしましたか？どうしましたかじゃないでしょ。今陽子と一緒にいるんだけど、どういうこと？痩せ細ってこの子を守ってくれるんじゃなかったの？そんなこと言ったかな。それお母さんの勘違いじゃない。娘婿の口調が変わった。軽薄で醜悪な本性が垣間見えた気がした。最初から娘を助けるつもりなんかなかったんだ。腹の底から抑えがたいほどの怒りがこみ上げてきた。最低。私の娘にこんな意地悪な真似をして。意地悪なんかじゃないって。生意気だから再教育中なんだよ。文句があるなら返すけど。
うちとの縁が切れてもいいならご自由に。すぐに返してちょうだい。こんなろくでもない関係、こっちから願い下げよ。私はその場で娘を保護して自宅に連れ帰った。しばらくは静養させて体力を回復させないといけない。娘の荷物は娘婿に連絡してすべて着払いで送り返させた。その間、私は数年ぶりにある人たちに連絡を取って協力を要請。すべての準備を整えて離婚の相談という名目で娘婿を呼び出した。うちにやってきた娘婿の顔からはたちまち余裕の色が消えた。無理もない。リビングには彼の知らない男たちが控えていたのだから。私は娘婿をソファーに座らせ、ここにいるのがみんな弁護士であることを伝えた。仕事柄、弁護士事務所とも懇意にしているの。私が離婚するときにサポートしてくれたのもこの人たちよ。うちの娘のことを話したら、ぜひ同席したいって。脅してるつもりですか？弁護士の同席に何の意味があるんです？皆さんには娘の日記を読んでもらったんだけど、あなたとあなたのご両親が娘に対してしていたことは罪に問われても仕方ないくらいひどいことみたいよ。暴行や傷害の罪に当たることは確実。そうですよね。弁護士たちが揃ってうなずいた。誰の目も険しい。みんな娘婿を睨んでいる。娘婿の顔に動揺の色が浮かんだ。日記と彼はつぶやいた。日記って、陽子、そんなものつけてたんですか？あなたたちにいつ何を言われたか、何をされてどう感じたか、それは細かく書いてあるわ。スマホには音声データも残ってる。聞いてみる？あなたとあなたの両親がどんなに汚い言葉で私の娘を罵っていたか。違うんですよ、お母さん。僕は父と母には逆らえなくて。言い訳は結構。あなたがうちの娘をいたぶって楽しんでいたことはお見通しよ。あなたたち家族を正式に訴えます。絶対に罪を償ってもらいますからね。私が怒鳴ると、娘婿は縮み上がって頭を下げた。訴えるのだけはやめてくれ。そう必死になって懇願してきた。最後は弁護士の皆さんの手を借りて家から追い出さなければならなかった。彼にはきっと裁判で負けたら自分の家がどうなるかよくわかっていたのだろう。離婚が成立した後、元娘婿と元義両親の罪も確定し、3人には前科がついた。土地の名士の嫁いびりの噂はたちまち広がり、義実家は大ダメージを受けた。元義母は更迭によって養職を解かれ、元義父も教職を辞めることになったらしい。元娘婿も離婚とその理由を会社に知られて官職に追いやられたと聞いている。彼が勤めていたのはブライダル関係の大手企業。嫁いびりの事実がバレた娘婿は女性社員を敵に回して居場所をなくしたという。名士の一家が信用を失って落ちぶれるのには半年もかからなかった。こうして私は愛する娘を取り戻し、娘は相応の慰謝料を受け取ることができた。散々な目にあった娘だけれど、今は少しずつ元気を取り戻している。この先、心の傷が癒えたら、彼女には改めていい人を紹介してあげたいと思う。このまま独身で終わるのはもったいない。娘には私よりもずっとずっと幸せな人生を歩んでほしい。それが私の母としての心からの願いだ。